はい、今回は 9KK の Wi-Fi 対応のプロジェクターについて紹介します。今回紹介するのは1万円以下で購入できるプロジェクターになります。キャンプで使うことを目的に購入しました。動画の概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。今回のメニューとして、プロジェクターの使用、各種設定と映像について、この内容でお送りしていきます。このチャンネルでは使ってみて良かったアイテムやガジェットなどを主に紹介していますので、ぜひ他の動画もチェックしてみてくださいね。それでは最後までご覧ください。プロジェクターの仕様です。梱包内容は本体、リモコン、HDMI ケーブル、AV ケーブル、電源コード、保証書と説明書です。説明書の内容は23ページのボリュームで分かりやすく細かく書いてあります。多様な互換性でこれらと接続することができます。端子はすべて側面についています。スマートフォンの接続は iOS、Android ともに無線接続、有線接続ができます。その他の仕様はこのようになっています。明るさ4500ルーメンとか投影サイズ32から170インチというのは情報としてはわかるんですけども、音響や映像機器類は実際使ってみる環境でないとなかなかわからないですよね。対応している音楽、画像、映像の形式はこのようになっています。三脚を取り付けることができます。四隅や滑り止めがついています。ここのダイヤルを回すと高さの調節ができます。約2センチほど高さを上げることができます。必要以上に回してしまうと部品が外れるようになっています。各ボタンの設定はこのようになっています。リモコンのボタン設定はこのようになっています。接続の仕方を紹介する前に、今回はキャンプで使うことを想定してジャクリのポータブル電源を使用して電源を取ります。電源ケーブルを接続します。電源が供給されると赤いランプが点灯します。電源を入れると緑のランプが点灯します。三脚が使えるので取り付けてみます。スクリーンに移りましたので、最初にピント調節を行います。手前のダイヤルで傾きを、大きいダイヤルを回してピントを調節します。ちょうどいいところで合わせたら完了です。今設置してあるプロジェクターとスクリーンとの距離は約2メートルです。映し出されている映像の大きさは約70インチになります。プロジェクターは1メートルから5メートルの距離まで設置することができるので、最大で170インチの映像を映し出すことができます。こちらのスクリーンはニトリの遮光ロールスクリーンドルフィンです。横幅が約180センチあります。部屋の間取りの関係で5メートルまで下がることができないんですが、一番後ろまで持っていくとここまで大きく映し出すことができます。反対に手前に寄ってみると、これが1メートルの距離になります。映像はすごく綺麗です。今メニュー画面が表示されていて、入力ソースを選択すると、ここから HDMI、VGA、AV の選択、あとは画像設定と音声設定ができます。アスペクト比は16対9と4対3の選択ができます。イコライザーも結構細かく調整できるんですね。それではまずはじめに iPhone の Wi-Fi 接続をやってみます。メニュー画面の設定からネットワークの Wi-Fi を選択します。ここから3つ選択するところがありますので、任意で選びます。使用しているスマホと同じ Wi-Fi であることを確認してください。その後、ネットワークが接続されましたという表示が出ますので、これで接続が完了です。メニュー画面に戻って、今度は iOS キャストを選択します。
今度は iPhone 側のコントロールパネルを開きます。その中から画面ミラーリングを選択します。表示された iCast を選択します。これで今 Wi-Fi で接続されました。映像の途切れはなくてすごく滑らかです。音はスマートフォンで音量調節することもできます。あとはリモコンで調節することもできます。次は iPhone の有線接続です。先ほどと同様に iOSCast を開きます。そうすると iPhone 側でこのコンピューターを信頼しますかという表示が出ますので、信頼を選択します。パスコードの入力画面が出ますので、パスワードを入力します。これでスクリーンに映像が映し出されました。簡単ですね。ここで一つ Android と iOS 共通していることなんですが、プライムビデオや Hulu などは再生することができません。例えばこちら一つ選択してみますね。これで再生ボタンを押してみます。この画面から先に進めなくなります。Fire Stick を接続すれば見ることはできます。YouTube は自動的に横スクロールに変わります。すごく滑らかに動きますね。全然遅延がないです。今スクリーンとの距離だいたい80センチぐらいのところで撮っています。至近距離で見ると映像は少し荒くなりますが、それでも十分綺麗ですよね。次はマイクロ USB を接続します。USB メモリーも使えます。USB メモリーとマイクロ SD は制限があって 32GB まで対応できます。それ以上の容量のものは再生ができません。SD カードを挿したらマルチメディアを選択します。そうすると映画、音楽、写真と項目がありますので、データの内容が読み込まれます。使用したい SD カードの容量と解像度だけ気をつければ問題ないと思います。次は Amazon の Fire Stick を接続します。4K のタイプを使っています。スティックを接続したらメニュー画面の入力ソースを選択します。HDMI を選択するともうすでに画面が表示されていますね。スティックを挿すだけですぐに使えますから非常に簡単です。すごく綺麗な映像が見られます。最後は Nintendo Switch を接続します。今回はこちらのコンバータを使って接続します。通常のドックからも同じように接続できます。スイッチの接続はメニュー画面から入力ソースを選択して HDMI を選択します。今回ジャクリのポータブル電源 66000mAh を使ってみたんですけども、2時間ほど連続使用して残りのバッテリー残量は 54% でした。もしキャンプで使う場合に他のものも一緒に併用して使う場合にはバッテリーの持ちにはやや不安が残りますので、もう少し容量のあるバッテリーを持っていくか予備の電源を一緒に持っていくといいと思います。プロジェクター本体については非常に使いやすくて設定接続も非常に簡単でした。映像も綺麗ですし
Wi-Fi 接続の時にも途切れはほとんどなかったので、非常に使い勝手がいいと思います。一つ気になる点があるとすれば、ファンの音が結構大きいですので、屋外で使用する分には気にならないかもしれませんが、テントの中とかで使用するとファンの音が少し気になるかもしれません。今回動画の中では登場しなかったんですけども、こういった100インチのスクリーンも一緒に同封されていました。これは嬉しいですよね。今回は 9KK の Wi-Fi 対応のプロジェクターを紹介しました。この他にもまた便利な家電グッズなどを紹介していきたいと思います。YouTube の他に Instagram やブログもやっていますので、ぜひそちらの方にも遊びに来てくださいね。それでは次回の動画でまた会いましょう。じゃあねー。